皆さん、こんにちは。こんばんは。ひろしちょうです。今回はバージョン 4.4 にて実装されたアスラーダガチャを引くべきかどうかを動画にしました。本バージョンは復刻ガチャも多いため、どれを引くべきかわからないとなっている皆さん、ぜひこの動画を見て検討していただければと思います。それでは行ってみましょう。まず、アスラーダの基本性能から。詳しい内容はテストサーバーで実装しているので、今回はざっくりと見ていきます。アスラーダはスキルを使うことで残像を召喚できる状態に入り、その状態で通常攻撃を5回振ることで残像を最大の5体生成。その後、回避攻撃長押しで破竹の猛進を発動して残像とともに攻撃して大ダメージを与えます。この通常攻撃と回避攻撃の流れをループして火力を出すのが基本のスキル回しとなります。次に突効果を見ていきます。一つは残像の与えるダメージが 50% から 100% にアップする効果。これにより通常攻撃の火力が 1.5 倍から2倍になるため、そこそこの火力アップが見込めます。三突は残像の数だけ破竹の猛進のダメージが 10% アップし、残像が最大の5体いるときにはダメージアップが 100% になる効果。メイン火力である破竹の猛進をさらに強力にする効果となっており、かなりの火力アップが見込める効果です。五突は破竹の猛進時に残像の数に応じた HP シールドを獲得できる効果。アスラーダ唯一の生存効果であり、スキル回しにおいて無理なく発動する効果なので安定性をぐっと高めてくれます。六突はスキル使用時の最終ダメージアップが 10% から 33% にアップする効果。シンプルに強力な効果です。突効果の中でも一番火力が伸びるのはこの効果でしょう。それではガチャを引くべきかどうかについて見ていきます。まず、炎メインで強行をやっている方は、ぜひ突を進めましょう。最適編成においては、武器、3突、ポリション1つ4セットの時点で旧編成を超える火力となるため、まずはそこを目標として、武器貫突、ポリション貫突の順で突を進めていくと良いでしょう。無課金、非課金の方は、武器3突、ポリション1つ4セットを最終目標にしつつ、まずは武器2突、そして次に1突、3突と武器の突を進めることを意識しましょう。続いて、炎はサブで育っている方。アスラーダをとりあえず2つで確保してもいいんですが、まずはノーラのことを進めることを考えましょう。特に幻影の序列のことを考えると、一番影響があるのは、全属性で使用できるノーラのことを進めることなので、とにかくノーラガチャを引きましょう。ノーラは言ってしまえばインフラです。電気、ガス、水道、ノーラです。ノーラがあれば大概のことができます。勉強進化、ありしの幻、幻影の序列、討伐の銀符も、ノーラがすべて何とかしてくれます。ただし、ここまで性能だけを見ていろいろ言いましたが、これだけは言っておきます。あなたの性癖に刺さったなら引きましょう。ロズリンの宿舎が見たいなら引きましょう。復刻ガチャに推しがいたら、推しに似合う武器があったら引きましょう。ノーラは戦闘の QOL を上げてくれます。性癖に従って引いたキャラは、戦闘ライフ全体の QOL を上げてくれます。どちらを引いても後悔することはないでしょう。あなたの望むままにガチャを引きましょう。さて、若干話が逸れたので、アスラーダの話に戻りましょう。続いて、おすすめの突について見ていきます。まず、火力が大きく伸びるのは、武器3突、貫突、ポリション貫突です。アスラーダのポリション4セットは、特に突による数値の上昇量が大きく、ボスの恩恵はこれまでのポリションより大きいと言えます。ただし、ポリションを2突から貫突にするのと、武器を1突から3突、3突から貫突にするのは、上昇量としては同じくらいなので、優先度としては武器とポリションなら武器を先に貫突するのをお勧めします。ご自身のリソースと相談して、達成可能な突を目標にしましょう。無課金、非課金で今回のアスラーダを引くか迷っている方については、無突時の確保は比較的おすすめ度が高いです。アスラーダは突によって使い方が変わることがないため、無突の時点で完成した武器と言えます。また、無突時点の性能で自身のやりたいことを全てできる、いわゆる自己完結型のアタッカーであることから、相性がいいキャラはいても必須のサポーターはいないため、サポート武器があまり揃っていない人でも使いやすいのもおすすめの点となります。サポーターについても、工場の龍華と妙家があれば、最低限のバフは付与できるため、アスラーダをメインに、他の2人でバフをするチームが工場でも組めるのが魅力です。
もしリソースに余裕があって、このメインで遊びたいと考えている場合は、次に武器を1つ。そして、ポジションは160連以上、できるだけクーポンが溜まっていれば、無突4セットを狙っても良いと思います。ポジションのリソースがない場合は、武器3つを最終目標にバージョン 4.4 を遊ぶのをお勧めします。それでは、ここまでの内容をまとめていきます。アスラーダは自己完結型のメインアタッカーであり、コツを進めることで火力と生存能力が上昇していきます。このメインの人はアスラーダガチャを優先し、それ以外の属性の人はノーラの復刻ガチャを優先。アスラーダを引く場合は、武器3突、貫突、ポジション貫突をするタイミングで火力が大きく上昇します。リソースがあるなら、まずは武器貫突を目指し、その後、ポジションを無突から貫突することを目標にしましょう。無課金、理課金の人は、まず武器無突を確保し、リソースに余裕があれば武器3突を目指し、ポジションは160連以上引けるリソースがあれば、無突4セットを狙っても良いでしょう。ここまでご視聴ありがとうございました。今回のアスラーダガチャは、評価されたアスカ、レイ、ロズリ、イヨク、そして最強のノーラの復刻ガチャが同時に開催されていることから、人によっては非常に迷う内容になっていると思います。ですが、アスラーダは今後も炎属性のメインアタッカーとして活躍することが期待できるため、ここにリソースを投資するのは良い選択だと思われます。それでは今回の動画が役に立った、面白かった、今後も解説動画を見たいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価で応援をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はひろししょうでした。バイバイ。